もし私が、あなたの自動運転車が、未だに教習所の仮免生徒みたいにビクビクした運転しかできないのは、その車に想像力が欠けているからだ、なんて言ったら、どう思いますか？それはすごく面白い視点ですね。実際私たちが長年夢見てきた言葉を理解して柔軟に動く車というビジョンには、これまで技術的にどうしても越えられない壁があったんですよ。今日私たちが探求するのは、まさにその欠けていた想像力を車に与えて、未来の風景を文字通り幻覚として見せることで、人間の言葉を深く理解させるっていうすごいブレイクスルーについてです。はい、これは本当にエキサイティングなテーマです。その壁をついに越えようとしているのが、今回の徹底解剖の主役です。現在2026年3月27日ですが、昨日、清華大学とギガ AI の研究チームが発表したばかりの最新論文があります。ベガ、自然言語の指示による運転の学習という論文ですね。そうです。今回の私たちのミッションは、自動運転車が単に決められたルートを自律的に走るっていう段階から、私たちの言葉を理解して、その場その場で柔軟に走るという次の進化へどうやって足を踏み入れたのかを解き明かすことです。今まさに大きな転換点にいますからね。会議の準備をしながらこれを聞いているあなたも、ただ純粋に最新技術への好奇心に駆られているあなたも、今日は膨大な情報の中から一番のなるほどを抽出してお届けします。よし、これを紐解いてみよう。まず今回のベガが何を解決したのかを理解するために、今の自動運転技術が抱えている限界について少し整理しましょうか。はい、お願いします。これまで最先端とされてきた技術にビジョンランゲージアクション、いわゆる VLA モデルというものがあるんです。カメラからの視覚情報と言語を結びつけて車のアクションに変換するというものですね。なんか映像と言葉を理解して動くなら、それだけでもう十分実用的な気がしちゃうんですけど、何が足りなかったんですか？ここで非常に興味深いのは、既存の VL モデルが根本的な欠点を抱えているという点です。言うならば情報のギャップですね。情報のギャップですか？これまでのモデルは基本的に過去の膨大なデータから平均的な熟練ドライバーの運転を単に模倣するように訓練されているか、あるいはですね。あるいは右へ曲がれとか直進しろといった非常に固定化された簡単なナビゲーションコマンドしか実行できなかったんですよ。少し整理させてください。つまり今の自動運転ってなんか超真面目だけどマニュアル通りにしか動かない教習所の教官みたいな状態ってことですよね。まあ本当にそんな感じです。安全第一で平均的な運転はできるけれど融通が利かないんです。でも私たちが求めているのはもっと臨機応変な優秀な専属運転手じゃないですか。今回の資料の中にも急いでいるユーザーが前の車を追い越して次の青信号に間に合わせてって指示を出している具体的なケースがありましたよね。まさにその無茶ぶりこそがこれまでの AI には処理できなかったんです。どうしてですか？高次元で複雑なカメラの視覚データとか言葉のニュアンスを受け取っても、モデルが最終的に出力する行動予測っていうのはステアリングを何度切るかとかアクセルをどれくらい踏むかっていう、極めて低次元の物理的な動作だけになっちゃうわけですね。そうなんですよ。入力される情報は豊かで複雑なのに出力が単なる数字の羅列になってしまう。この情報のスケールに大きな落差があって、複雑な現実環境で言葉の意図を物理的な動きに正確にマッピングすることが極めて困難だったんです。なるほど。ふわっとした高い次元の指示をハンドルの角度っていう低い次元の物理動作に直接変換しようとして無理が生じていたんですね。言葉が直接ハンドルを回すわけじゃないですし。おっしゃる通りです。じゃあ今回のベガはそこにどうアプローチしたんでしょうか？言葉を理解させるのは分かったんですけど、どうやって高次元の指示を車の物理的な動作に変換するんですか？そのギャップを埋めるのがウェイガが採用した世界モデルというアプローチなんです。彼らは統合された視覚、言語、世界、行動モデルという新しい概念を提案しました。視覚と言語と行動の間に世界という要素が加わったわけですね。はい。ウェイガの画期的な点は、モデルに対して言葉通りに直接行動しろと学習させるのをやめたことなんです。やめた。じゃあ何をさせるんですか？代わりに、今の状況でこの行動をとったら、1秒後とか2秒後の未来の風景はどう変わるかという未来の画像の生成を同時に予測させるようにしたんです。ちょっと待ってください。車がステアリングの角度を計算するだけじゃなくて、
未来の景色そのものを頭の中で描くってことですか？そうなんです。ステアリングの角度っていう単なる数字だけじゃなくて、画面全体のすべてのピクセルがどう変化するかというピクセルレベルの高密度な監視シグナルをモデルに与えるんですよ。画面全体の変化まで。はい。これをより大きな視点と結びつけてみると、モデルは単に行動を丸暗記するのではなくて、この指示を受けたからこの行動を取る。すると視覚的結果として世界はこう変化するという因果関係を根本から学習していることになるんです。ああ、なるほど。その説明ですごく腑に落ちました。それってプロスポーツ選手が試合の前にやるイメージトレーニングと全く同じですよね。面白い例えですね。例えばバスケットボールの選手がここで右にフェイントをかければディフェンダーの体勢が崩れてゴールへの道が開けるって、自分の動きとその結果起きるコート全体の状況を鮮明に映像化するじゃないですか。ええ。ウェイガは車自身に未来のシナリオを想像させることで、自分の取ろうとしている行動がユーザーの指示と一致しているかを確認しているんだ。非常に的確な比喩です。未来の視覚的結果を予測できるからこそ、予測不可能な現実世界で複雑なプランニングを行って、必要に応じて軌道修正ができるわけです。車が未来をイメージトレーニングする仕組み、すごくよくわかりました。ただ、ここから本当に面白いところなんだけど、エンジンの下、つまり内部構造について考えたときに、大きな疑問が湧いてくるんですよ。ほう、どんな疑問ですか？言葉を理解する作業と、未来の景色を画像として描く作業って、AI にとっては全く別の種類のタスクですよね。これらをどうやって車のリアルタイム処理の中で一つにまとめているんですか？情報の渋滞が起きちゃいませんか？鋭いですね。そこがこの研究における最大の技術的ハードルだったんです。文章を処理する言語モデルと画像を生成するモデルは本来構造が全く異なりますから。ですよね。これらを無理やりつなぎ合わせようとすると、一方がもう一方の処理を待たなければならなくなって、システム全体に深刻な情報伝達のボトルネック、つまり情報の渋滞が発生してしまうんです。まるで小説を書きながら同時に油絵を描くようなものですよね。時速何十キロで走る車のリアルタイム処理の中で、それをどうやって両立させているんですか？普通ならフリーズしちゃいそうですけど。そこでベガの開発チームが採用したのが統合トランスフォーマーとミクスチャー・オブ・トランスフォーマーズ、略して MOT という得意なアーキテクチャ設計なんです。MOT ですね。はい。まず情報の渋滞を避けるために彼らはインターリービングシークエンスという手法を使いました。インターリービング。つまり交互に織り交ぜるってことですか？もう少し噛み砕いて教えてもらえますか？通常なら原画の AI と画像の AI という2つの異なる脳の間でデータをやり取りさせるところをですね。はい。ベガはテキストデータ、圧縮された画像のデータ、そして車の行動データをすべて一つの長いつながった文章のように扱ったんです。へえ。言葉も画像も行動も全部同じ一つのブロックの列として読み込ませるわけですね。でも画像ってデータ量がめちゃくちゃ大きいじゃないですか。使うんです。これは画像をそのまま扱うのではなくて、AI にとって重要な意味の骨組みだけを抽出して、データを極限まで小さく圧縮する役割を持っています。意味の骨組みだけを抽出するんだ。ええ。この圧縮された潜在表現と呼ばれる画像データとテキストを一つのシーケンスにまとめることで、AI は異なる脳でキャッチボールをする代わりに、一部が文字で、一部が画像の一つの長い文章をスラスラと読み解くことができるようになったんですよ。なるほど。情報を一つのタイムラインにまとめることで渋滞を回避したんですね。じゃあもう一つのモートというのはどういう仕組みなんですか？一つの文章として処理できるようになったとはいえ、言葉の意図を理解する処理と未来の画像を生成する処理では AI の中で使いたい計算の重み付けがどうしても異なるんです。ふむふむ。そこでモート設計によって理解用のパラメータと生成用のパラメータを完全に分離したんです。ああ、イメージとしてはバイリンガルの脳みたいなものでしょうか。英語を話す部分と日本語を話す部分が独立して機能しながらも一つの同じ生態を共有しているから頭の中で混乱せずに両方の言語を操れるみたいな。まさにそのイメージです。理解と生成のパラメータを独立させることで AI は膨大な情報処理能力を維持しながら現在の状態から次に取るべき行動と未来の景色の因果関係を瞬時にかつ論理的に導き出せるようになったんです。すごいですね。さて、理論やアーキテクチャが美しく設計されていることはよくわかりました。でも
AI の世界ではどれだけシステムが優秀でも、それを鍛え上げるデータがなければ機能しませんよね。その通りです。これほど高度な因果関係を実際にどうやって学習させたんでしょうか？まさにデータが成否を分けるところです。研究チームはビーガを訓練するために、インストラクトシーンと呼ばれる約10万件もの指示付き自動運転データセットをゼロから構築しました。10万件。でも人間が一つ一つ前の車を追い越せとか、歩行者に気をつけて止まれとか、動画を見ながら手入力したわけじゃないですよね。そんなことをしていては途方もない時間がかかってしまいます。そこで彼らは NAVSIM という自動運転シミュレーション環境と、視覚処理に非常に優れた強力な AI モデルを組み合わせたんです。強力な AI モデル。9連内 BS1 2.5 のビジョンランゲージモデルですね。具体的にはこの AI に過去のフレームと未来のフレームの両方を見せるんです。未来の正解の動きを AI にあらかじめ見せてしまうってことですか？そうなんです。例えば車が前方に止まっているトラックを避けて車線変更している未来の映像を AI に見せます。そしてこの車はこれから何をしようとしているのかも分析させるんです。なるほど。そこから逆算して障害物を避けるために車線を変更してというような自然な言語の指示を自動生成させたんです。このリバースエンジニアリングによって10万件もの高品質な因果関係データセットを一気に作り上げました。かなり賢いアプローチですね。未来の答えを知っている AI にもし人間にこれを指示するならどういう言葉になるかを逆算して作らせたわけだ。それで実際の性能テストの成績はどうだったんですか？それが圧倒的だったんですよ。NAVSIM のバージョン2という周囲の車が相互に反応して動く非常に現実的で難易度の高いベンチマークテストがあるんですが、はい。従来のモデルはこうした複雑な環境で適切なルートを予測するのにかなり苦労していました。しかし、ヴェガは後からルールベースで修正を加えるような複雑な追加技術を一切使わずに 86.9APDMS という予測ドライバーモデルスコアを叩き出しました。そのスコアってどれくらいすごいんでしょうか？比較として、このスコアが90に近づくということは、予測不可能な環境においても人間のように周囲の状況を先読みして滑らかに運転できるレベルに大きく近づいていることを意味します。ほぼ人間レベルってことですね。さらにベストオブ N と呼ばれる複数の未来予測から最も安全で最適なものを選ぶ戦略を用いるとスコアは 89.4 にまで跳ね上がります。これは既存の枠組みを完全に打ち破るトップクラスの成績です。つまりこれってどういう意味なんだろう？あなたの毎日にどう影響するのか、具体的なシーンで想像してみましょいいですね。う。もしあなたが朝の通勤で車に乗っていて、カップホルダーのコーヒーが溢れそうになったとしますよね。よくあるヒヤッとする瞬間です。そこで慌てて、コーヒーこぼれそう、ゆっくり減速して止まってって自然な言葉で指示を出すとします。すると車は、ただマニュアル通りに急ブレーキを踏むのではなくて、従来のシステムなら急に止まってかえってコーヒーがこぼれてしまうかもしれませんね。まさに。でも、ベーガなら、あなたの言葉の意図を汲み取って、周囲の車の状況を把握しながら、コーヒーがこぼれないように滑らかに路肩に停車してくれる。そんな SF のような未来が、もうベンチマークテストで高得点を叩き出す段階まで来ているということです。論文内の視覚的テストの結果もそれを裏付けているんですよ。全く同じ交差点の運転シーンの画像を入力しても、等速で進めという指示を与えた時と、減速して止まれという指示を与えた時では、ベーガは全く異なる未来の軌道を描きました。ほう。そしてそれに合わせて未来の画像も的確に変更して生成したんです。私たちの発した言葉が車の中で未来のビジョンを書き換えて、それがリアルタイムで物理世界の車の動きを操作している。なんか魔法みたいに聞こえますけど、純粋な計算と予測の賜物なんですね。その通りです。単なる過去のデータの模倣から脱却して言葉の意図を理解し、因果関係を把握して未来を予測する。このパーソナライズされた運転への進化は、ベーガが自動運転という分野にもたらした最大の功績と言えるでしょう。今日は本当に頭がフル回転しました。マニュアル通りにしか動けなかった教習所のガチガチの教官が、私たちの言葉を聞いて未来の景色をイメージトレーニングできる臨機応変なスーパー運転手に進化しつつあるわけですね。これは重要な問題を提起していますね。現代は情報過多の時代です。その中で言葉や画像といった異なる種類のデータをどう統合して構造化し、A だから B になるという因果関係をモデルに理解させるか。はい。今回ベーガが証明した
世界モデルを用いた高密度の未来予測というアプローチは自動運転の枠にとどまらず、ロボット工学やスマートホームなど現実世界で物理的に動くあらゆる AI の学習に応用されていくはずです。いやー、考えさせられますね。ここで最後に資料には直接書かれていないことなんですが、少し論理を飛躍させて想像の羽を伸ばしてみましょうか。どんな想像ですか？考えてみてください。車が私たちの自然な言葉とその結果起こる物理的な未来の因果関係を完全に理解し始めたら、次は何が起こるでしょうか？それはかなり壮大な話になってきそうですね。はい。もしかすると将来の車はあなたが明確に言葉を発する前に、シートに座った時のあなたのため息や声のトーンから今日のストレスレベルを検知するかもしれません。なるほど。そしていつもの渋滞する最短ルートではなくて、勝手にリラックスできる海沿いのルートを選んで穏やかな運転に切り替えてくれるようになるかもしれない。まさに究極の専属運転手ですね。でも人間の意図を機械がどこまで解釈して、どこまで先回りして行動すべきなのか。これはもはや単なる技術的な課題というより、私たち人間が思考を持つ機械とどう付き合っていくかっていう哲学的な問いですよね。本当にそうですね。技術が人間に寄り添うほどその境界線は難しくなります。教習所のマニュアルを破り捨てて未来を想像し始めた私たちの新しい専属運転手。あなたならこの車に一番最初にどんな指示を出しますか？迷いますね。あなたはどう思いますか？今日はこの問いを頭の片隅に置きながら過ごしてみてください。それではまた次回の探求でお会いしましょう。